で、結局クレセリアってゲットすべきなの？じゃあスパルと申します。クレセリア対ダークライ楽しんでいらっしゃいますでしょうか？すでにクレセリアをゲットされた方もちらほらいらっしゃることと思います。1体目のクレセリアは全リサーチャー共通のステータスってことで、本格的な厳選は2体目からとなりますが、果たしてクレセリア厳選はやった方がいいのか、無課金初期勢のパル目線でお話ししていきます。この機会を逃すとなかなか厳選できないクレセリア、どう向き合うのかぜひ考えてみてください。それでは参ります。ということで、クレセリアをゲットすべきかどうか、最初に結論から参ります。無課金パルの考えは、将来のエスパー島に備えたいならゲットすべし、イワークやニューラに似たポケモンだと思っています。その理由をお話ししていきます。まず私はクレセリアのことをいつか来るエスパー島で活躍するポケモンだろうと考えています。というのもクレセリアはエスパー島における超火力アタッカーだと思っているからですね。クレセリアの性能についてはこちらの動画で詳しくお話ししたんですが、ヒーラーの皮をかぶったエスパーの木の実バーストポケモン、それがクレセリアの本質だと思っています。なので、クレセリアが最も活躍するのはエスパータイプの木の実が好物の島ってことになります。なので、ラピスラズリコハンでももちろん大活躍できるでしょう。そのためにゲットするのも大いにありですね。ただ、クレセリアの力がなければラピスラズリコハンが攻略できないかと言われると別にそういうわけでもないかなと思っています。ラピスラズリコハンで最も見つけづらいネガオは海竜の星3ネガオ。解禁されるのはクレセリアやスイ君の星3よりも先、マスター16、だいたい320万エナジーほどとなっているようです。このくらいまでであれば、プレイ600日ちょっとの私でも頑張ればなんとかいけるかなという範囲だったりします。さすがにマスター20はいいキャンプチケットやら伝説のポケモンの力を借りないと無理でしょうが、マスター20に行けたとしてもメインスキルの種がもらえる以外に得点って別にないんですよね。なんなら今の睡眠リサーチの仕様ならラピスマスター20で5億眠気パワーを稼いだとしてもそれに見合う報酬がもらえるとも限らない。分割睡眠もナーフされちゃいましたしね。ってことでもうすでにラピスラズリを通り過ぎてきた人にとっては今重要なポケモンでもないのかなっていう印象です。強く使おうと思うとメインスキルの種がたくさん欲しかったり他のエスパータイプを育てたかったりやりたいことも多いですしね。てなわけで今私がクレセリアをゲットするなら将来のエスパー島のために育てるっていうことになります。これまで8ヶ月に1つくらいのペースで新たなフィールドが追加されているので、2年で3フィールド、4年で6フィールド18タイプ回るのかなと思っています。まあ、いつ来るかまではわからないんですけれども、2から4年後くらいには大活躍のタイミングが来るんじゃないかなと思ってますね。そこまでじっくり育て続けたクレセリア、きっとレベルも60とか、なんなら75とかになってるかもしれません。数年経ってもね、クレセリアを超えるエスパータイプってそうは現れないでしょうし、現れたらなんなら私が暴れます。レベルが上がった後の木の実バースト、むちゃくちゃ強くなってるはずなんですよね。スキルレベルも7とか8とかになってる可能性もありますよね。そしてエスパータイプの種類だってきっと増えてるはず。木の実エナジーが火力に直結する木の実バーストはレベルの高さが重要な要素となります。ただしクレセリアは通常のポケモンよりも 1.8 倍育成に経験値が必要な伝説のポケモン。そもそも今すぐ火力を出すのって難しいんですよね。それもあってラピス向けに採用するよりは最初から将来活躍してもらうことを目的に長い時間をかけて育成する。無課金にとってクレセリアってそういうポケモンなのかなと思うんですよね。幸いエスパーのフィールドでなくても元気オールが使えますし、最低限の火力と元気オール、これだけでどんなフィールドにも連れ回せるポケモンにはなっていると思います。なので編成しやすさ、育てやすさはめちゃくちゃあるかなと思います。育てやすさはちょっと語弊がありますね。元気オールは朝一に使ってこそ強いので一緒に寝るのはやりやすいなと思います。そうやって年単位で一緒に編成して育成したりだとか、ないしは毎回のミニアメブーストでレベルを上げておくとか、じっくりレベルを上げていって何かしらのイベントでエスパータイプがフィーチャーされるとき、ラピスに新ポケモンが来るときだったり、もしかしたら遊び応えのある新モードがそうかもしれません。そういう時に大活躍してもらいつつ、普段は使いやすい元気オールを軸に立ち回って他のエスパータイプも育てたりだとか育成計画も一緒に組み立てていく。パルにとってのクレセリアはそういうポケモンっていう風に映りました。
もっと研究が進んでいけばいろんな使い方が開拓されていくかもしれないんですけれども、今のところそういう印象ですね。で、以前にね、他に伝説ポケモンを育てている方には向かないかもなという旨のお話もしたんですけれども、本当の出番が来るまでには何回ものアメブーストを経験できるでしょうし、メインスキルの種も長い期間で考えればそれなりに溜まっていくでしょうから、エスパータイプの火力担当としてシンプルに1体は確保しておきたいなーっていう気持ちがちょっと出てきましたね。とはいえ、育てるのは非常に大変ですし、クレセリア以外にも今後伝説のポケモンは出てくるはずなので、現状はまだヒーラーの厳選が終わっていない方とか、ラピスラズリコ班の攻略担当がいない方にこそおすすめって感じにはなりそうですかね。なので、総評すると、唯一無二でめっちゃ強いんだけど、必須ってわけでもない、厳選にも育成にもリソースが必要なポケモン、それがクレセリアって感じです。そういうところがすごいイワークとかニューラミを感じるんですよね。彼らもめちゃくちゃ強いっていう認識なんですけど、言うてもライチュウとかトドゼルガとか育てやすいのいるしなみたいな。そもそも厳選するのも大変だし、進化させるのに確定で1400スリープポイント払わなきゃいけないしなみたいなね。ただ、最強格のトップオブトップであることは誰の目にも疑いようがないみたいなね。今のところそういう立ち位置なのかなって思います。なので、小難しいことは抜きにして、最強のポケモン、強いポケモンが好きだって方は、今が力の入れ時なんじゃないかなと思いますね。まあ言われずともやってるんじゃないかなとは思うんですけれども。無課金だとね、どうしても、今を逃すと、イワークなんて比じゃないくらい厳選の難しいポケモンになりますので、ぜひちょっとでもロマンを求めたい方はクレセリア、この機会に狙ってみてください。そんなわけで長くなりましたので、最後にざっくりまとめておきたいと思います。クレセリア、エスパータイプ最強格の火力担当として将来大活躍しそうなポケモンだと思っています。なので年単位の長いスパンで厳選育成するのがいいのかなと思います。メインスキルの種や他のエスパータイプなど使いこなす難易度こそ高いですが、伝説にふさわしいロマンが詰まっていると思います。ちょっとでも興味を惹かれたらこの機会に狙ってみるといいでしょう。早いうちからゲットできればそれだけ育成の時間やミニアメブーストの機会を得られるかと思います。またラピスラズリコ班にこれから訪れるとかしばらく滞在する予定があるという場合はすぐに力を貸してもらいつつ育成できそうなのでさらにおすすめできますね。他にも最低限は元気オールが使えてどんなチームでも編成することができるので、まだ元気オール担当がいない方にもおすすめしちゃっていいかなと思います。皆様に素敵な出会いがあることを祈っております。といった感じでしょうか。パルはね、これまでイワーク厳選とかニューラ厳選とかちゃんとやってこなかったんですけれども、600日とかプレイ日数もだいぶ経ってきて、手持ちのポケモンたちもそれなりには整ってきました。ここからさらに高みを目指すとなると、クレセリアのような何かに特化したポケモンの力も借りたくなってきそうな気がちょっとしております。とはいえね、リソースが多いわけではないので、どっかで取捨選択はしなくちゃいけないと思うんですけど、そもそもね、そう簡単に厳選終えられませんので、せめてイベント期間中は気合い入れて、クレセリアと戦おうと思いましたね。まあ戦わなきゃいけないのはダークライなんですけどね。そんな、結局クレセリアってゲットすべきなのでした。ぜひね、皆さんの評価や意見、感想もコメントお待ちしております。それではここからはクレセリアイベント2日目のリサーチやっていきたいと思います。お香でクレセリアを呼び出しました。仲良しのお香とともにどうぞ。じゃあおはようございます。朝レポやっていきたいと思います。617日目4月1日表記になりましたね。ポケモンスリープに新年度とかあるんですかということでクレセリア対ダークライイベント2日目のね朝レポやっていくんですけれども、クレセリアのお香を置かせていただきましたし、スヤスヤタイプということになりましたので、もうエスパータイプ大盤振る舞い祭りしてほしすぎるね見ていきたいと思います。2日目でポケモン8体ラインには載っているはずだね。オッケーオッケー、そんな感じでお腹の上でも来てくれまして、本日の眠気パワーは8223万2000で、星3ネガオが3つお腹の上で1つクレセリアのお香を置いております。残念ながらね、クレセリア星2のラインまでは全然載っていないので、なんだっけ、125万 ?135 万1億3500万ぐらい忘れちゃったんだけど、なんかそんぐらいだったような気がしないでもないので、まあ明日行けるかどうかは料理大成功次第なんだけど、朝ごはん料理大成功出なかったから多分無理です
やっていきたいと思います。クレセリア確定出現リサーチ。色違い来い、色違い。強欲リサーチやっていきたいと思います。あとエスパータイプたくさんお腹の上ではプリンちゃん、ムンナムンナラルトス。エスパータイプいっぱいおるでおるでおるで。よろしくお願いします。クレセリアのお香と仲良しのお香を置かせていただいておりますので。ね、仲良し仕切ってほしいね。さあ、ということで、プリンのお腹の上でスタート。プリンちゃんはあんまりあれだね。眠気パワーを使わなかったよというところで、ここ嬉しい。エスパータイプありがとう、マジで。ねなんだっけ、羽毛がたっぷりエスパータイプです。さあ、見ていきましょう。クレセ出てくるんか。うわー、もうこれクレセリアでしょ。10中8個ものる。うわー、でかい色違いじゃない。まあ、当然色違いじゃないんだけど、ね、クレセリアちゃん見ることができました。もうタップしちゃいましょう。パーって来たね。クレセリアの星1ネガをツップシネをリサーチできました。まあ、そりゃリサーチできるだろうと。ね、確定なのだからというところなんだけど、パキョーンってね、こうやって体伸びーんとしたりもするよというクレセリアのツップシネです。かわいい。なんとなくね、こう見た目の感じはぺったりねっぽくも見えるけど、まあ確かに突っ伏してるか。ねえ、そんなクレセリアちゃんです。どんな寝方するんだろうね。めちゃめちゃ気になる。三日月の化身と呼ばれているクレセリア。ごく稀に光に包まれて祈りを捧げながら眠っていることがあるよ。その仕草を見た研究者は不思議と力が湧いたという噂もあるんだ。三日月の祈りってことねえ、元気だったりとか、体力だったりとか、状態異常だったりとかが回復しているのかもしれません。ということで、左側にはそうなんす。羽毛をたっぷり持ってきてくれる。エスパータイプの一進化ポケモンだぜ、そうなんす。羽毛たっぷりクレセリアの3分の1あるぜといったところでした。進化後のポケモンがあんまり生きてはないんだけれども、ネガオのね、ランクが高いし、ソーナンスもいるし、みたいなところでかなりね、羽毛たっぷり稼げております。さあ、右側も見ていきましょう。右が裾を揺らしてる。羽毛がたっぷり。あ、怒ってるのはさすがにあれだね。怒りざるちゃんだね。ということで、羽毛たっぷりじゃん。サーナイトって羽毛いくつぐらいくれるんですか？ 10 個です。ソーナンスの星さんの方が持ってきてくれていますけれども、これは気持ちいいエスパータイプのパワー、ピックアップ、その類を感じるリサーチとなりましたね。ではまとめてリサーチして、チャンスがもうクレセリアについてくれるかどうかバトルだ。やっていこう。ポケモン9体、9分の1。よろしくお願いします。9分の1って何%ぐらい？ 11% ぐらいか。まあ、おいそれとは引けないけれども、引いたっていい初回でいきなりよろしくお願いします。すべてのポケモンのリサーチ完了しました。11% あればね、なんか期間中1回はついてほしいところではあるんだけれどもさ、左側にヒュンとチャンスがヒュンだ左側にギュンということで、今回のチャンスはオコリザルちゃんのみということになりましたので、ここはポケサブレ上げていきたいと思います。オコリザルお迎えです。よろしくね。まあ、でもこう、プリンとかね、サーナイトみたいにスキルの進化後のポケモンじゃなくて、まあ良かったかな。まあそうなんすもんなんだけど、じゃなくて良かったのかなといったところだね。オッケー。それじゃあクレセリア真剣バトルやっていくか。クレセリアサブレをしばらく交換する予定はないので、これはチャンスがついてくれる時までね、ちょっと取っておきたいなと思いまして、ボーナスサブレからやっていきたいと思います。よろしくお願いします。もう今回もあれだよ。すんごい投げるよ、ポケサブレ。あー、いい声。ね、いけるとこまで食べてもらいますからね。よろしくお願いします。全面戦争の構え。さあ、ぐぐっとね、引き寄せていっぱい食べていただきましょう。超成功が出たっていい。待ち望んでいます。よろしくお願いします。さあ、満腹が最速なんだよね。最速満腹、そういえばなんか来航とかの時にさ、なんか最速満腹になりやすいんじゃないかみたいななんやかんやあったよね。もうだね。よろしくお願いします。ということで、最速満腹スタートとなりましたけれども、前回私どんぐらいね、クレセリアサブレ投げれたんだったっけな。もうマジで忘れちゃったんだけど、まあ、ひとまずね、お香をとにかくメインに交換していこうかなと思いますので、幸運のお香もそれなりに今ね、手元に残っていますので、幸運のお香とクレセリアのお香でチャンスがついたらクレセリアサブレね、それを基本にやっていきたいなと思います。今日の1枚はもうこのままクレセリアでいいかなと思いますね。やっぱ育てたい人にとってはね、もう飴めちゃくちゃ貴重だし、レベルをガンガン上げた方がいいから、クレセリアはね、そんなわけでこんな感じにしていきたいなと思います。ということで、飴も本当に激うまだよね。クレセリア11個となってるんですけど、伝説ポケモンさ、リサーチした時の飴3倍ぐらいになんない
3倍欲しいなというところでありますね。ちょっとみんなで声を上げてほしい。羽毛は103個手に入れることができました。でけえ、103個。ね、こっからもね、しっかり羽毛を貯めていきたいなと思います。ということでね、リソースもめちゃくちゃ稼いでいかなくてはならない。今週来週どれだけリソース稼げるかね、マジでね。本当に星2ネガを星3ネガをどれだけリサーチできるかといったところでありましょう。ということで、あんだけエスパー来てくれましたけれども、お迎えしたのはオコリザルちゃんとなっています。2体目のお迎えです。レベルは22、おっとり食材ポケモンかなさっきのミスではない食材なんでしょうか。せーの、ほい、ABC タイプとなりました。オコリザル C 蜜なんだよね。このキノコからの C 蜜がね、私の中ではマルノームを彷彿とさせるので、マルノームです。エナチャのレベルが上がってました。サブスキル、せーの、ほいということで、スキルレベルアップ S、最大処理数アップ L、スキル確率アップ S、君はスキルポケモンだ。ねえ、なんかの間違いであれだね。この世ザルに進化するタイミングでスキルに変わったりする得意なもの。ねえ、なので、そんな、多分ないんだけど、全然そのまま木の実タイプだとは思うんですけれども、オコリザルちゃんでした。ということで、サブアカもクレセリアのお香を置いておりますので、次こそ色違い。ねえ、期待だけはしながらね、見ていきたいと思います。バトンタッチもうマジで楽しい。あ、そっか。この後あれだ。毎日の眠気パワーがどうのこうのの、あれが挟まるんだった。これも見ておきましょう。ぐぐぐぎゅーんとなって、うわ、すごいみんなの眠気パワー。みんなの眠気パワーすごくない？なんかとんでもないみんなの眠気パワー溜まったんじゃなと。そしてちょっと晴れたね。やっぱランクが3になったのもあれ4にもなったし。待って、みんなの眠気パワーすごくない？どういうこと？みんなの眠気パワー。みんなの眠気パワーすごくない？それしか言ってないんだけど。さあ、食 M とムンナの子をね、ゲットしました。食 M2 枚か。でっか。でかいけど、このイベント中に使えるかな？使えるタイミングがあったらさっさと切っていこうかなと思いますけれども、ちょっと待って、みんなの眠気パワーでかすぎない？どういうこと？こんな感じなの？どんどん溜まってく、みんなの眠気パワーって。みんなの眠気パワー、昨日から信じられないぐらいの上がり方してるんだけど、これはあれ日曜日だったし、あれかな？日曜日の分が加算されているし、不具合が起こってない分も、あれか、こっちの分の不具合の分もこっちに足されてて、もうなんか、はちゃめちゃになってるとか、そういう、あれか。多分そういうあれなんじゃないかなと思いますけれども、次のランク上げるまでめちゃくちゃ遠いんだけど。これ上がる？大丈夫？初心者の方とかこれ上がりそう？多分ね、初心者の人とかでもある程度のランクまではいけるように、ね、なんかこのね、13で満月になってるからさ、イベントランク13ぐらいまではいけるようになってんじゃないかなと思ってるんだけど、実際どうなんだろうね。はい、ということでサブアカバトンタッチしていきたいと思います。じゃあ、ということで、サブアカのリサーチもやっていきたいと思います。ね、今週ね、サラダ週なので、マジでチーム元気チャージの皆さんにかなり頑張ってもらっております。見ていきましょう。さあ、皆さん今日の分のね、お香も忘れずにセットしてくださいね。サブアカあれだね、明日、クレセリア星3は無理。星2ラインまでエナジー稼げそうな気がするから、星2チャレンジいきなりやれそうだね、明日からね。いやーもうそんなに私も結構強くなったんだなってことでね、やっていきたいと思います。すやすやタイプですよ。ラピスラズリコハンです、同じく。昨日はね、スパータイプ1体も出現がありませんでしたので、昨日のうさを晴らすかのように、本日ね、スパータイプの大量出現に期待していきたいところです。寝顔の分布的には、さっきと割と似たような感じですが、といったところ、キルリアちゃんとかね、なんか中間進化ぐらいで羽毛をめちゃくちゃばっこり集めてくれる子たちが、なんか星に寝顔ぐらいでね、もっごり来てくれると、めちゃくちゃありがたいなというところなんですけれども、果たして、本日の眠気パワーは、1億666万7800で、星に寝顔4つ、星3寝顔1つ、お腹の上に1つです。そしてクレセリアのこう置いてあります。色違い来てくれ、よろしくお願いします。ね、言うだけはただなんでね、別に色違い確率アップの効果とかは一切ありませんけれども、お腹の上でサーランスということで、羽毛が13個、14個持ってきてくれたんじゃないでしょうか。13個の羽毛だぜ。サンキュー。下にはトグロネのアーボちゃんということで、全然いいぜ、アーボ。さあ、冬コロコロね、ムンナも来てくれていてさ、エスパータイプばっこりさっき左側から見てったから、右側から見ていこうかな。ニューが来たらもう10ハッククレセリアだと思いますけれども、ピカチュウねー、色違いじゃない。当然そう簡単ではないけれども、さらにソーナンスがいて、うわー、エスパータイプたくさんだ。
嬉しいね。こちら側でもクレセリアね、もちろん通常色ね、見ることができました。色違いの確率ってどれぐらいなんだっけ、結局のところ。忘れちゃったんだけどさ、私やっぱ2アカウントやってて、今までね、こう4回目の伝説イベントなわけですよ。もう、伝説ポケモンたち全体でちなみに色違いかどうかね、気になってタップしましたけど、色違いではありませんでしたね。この子が最終抽選枠だったってことなのかな。すやすやタイプピカチュウねでした。ってことは眠気パワーかなり使い切れてるってことなんじゃないかなと思ってるんだけど、どうでしょうか。左側も見ていきましょう。よちねはエーフィー、そういえば。エーフィー出てくんだってこのフィールドね。さっきまで私何の話してたっけ。何の話してたか忘れる。さらにリーフィアと親戚も一緒に来てくれたよといったところで、エスパータイプが1、2、3、4、5、6体めちゃくちゃ来てくれた。クレセリアの子をね、1個使ってるわけなんですけれどもね、6体来てくれたりさ、ちょっと待って、そう思い出した。伝説ポケモンさ、もうトータルで言ったらそろそろ30体とか見てきてるのかなと思うのでね、そろそろ良くないどっかでそろそろね、30体をかける2だからもう5、60体ね、2アカウントで見てきてるはずなので、なんかね、本当に、出たっておかしくない。おかしくないよなとはね、思っています。色違い。そんなわけで、色違いには一生ね、期待だけはしていながら、おやつタイム入っていきたいと思います。幸運の子をもちろん横に添えておりますので、今回も9分の1。よろしくお願いします。メタモンかクレセリア以外は許さないと。させていただくね、気持ちでやっていきたいと思います。すべてのポケモンのリサーチ完了しておやつタイムへ参りましょう。いや、エスパータイプいっぱい嬉しいぜ。でもラルトスが欲しいんだよな、サブアカは。さあやっていこう。右側にチャンスがギュー、そうなんすからのノーチャンスと。そうなんすとノーチャンスで韻を踏ませるんじゃないよと。いったところで、今後もなかなかね、うまくチャンスはつかなかったよというね、結果となりました。でもここはもうちょっとソーナンスちゃんは、以前エスパータイプの時にね、ソーナンスちゃんをお迎えさせていただいたので、もうちょっとボーナスタブレ、クレセリア行こう。で、今回もこちらもめちゃくちゃやっていきますんで、後ろに。あまりにも近距離に隠れすぎているね、見切れすぎているメタモン先生を尻目にやっていきましょう。下にね、見切れているムンナもめっちゃ可愛いね。さあ、ボーナスタブレ。だからもうここもね、確かに今まで超成功で伝説のポケモンをお迎えしたこともあるんですよ、私。それこそスイ君にスイ君イベントの、あと割と最近ね、超成功でお迎えさせていただいたことなどもあるんですけれども、やっぱね、こんだけ、それはね、50体とかね、今まで伝説のポケモンね、累計でね、出会ってて、ポケサブレ何枚投げたかもわかんないよってぐらい投げてたら、やっぱ1回2回は超成功起こるぞということでね、もうそこに期待をするしかないんだけど、サブアカの方がポケサブレ少ないのでね、そこはちょっと空気を読んでいただいてしまいましたね、これはね。空気を読んでいただかれたと。なっております。OK、ということで、本日は、5ゲージ進めることができましたので、予定では、チャンスがついてくれて、クレセリアサブレを投げて18ゲージ、進められる予定でね、ありますので、そうすると、あと7ゲージ、実質残り7ゲージを削れるかどうかというね、戦いになってくるのかなと思いますので、次の次にはお迎えできたらいいなというね、夢だけは語っていこうの回でありました。おやつタイム終了していきましょう。いやー、でも本当にもうありとあらゆる部分がドキドキするね。クレセリアにポケサブレ上げていると。さあ、ということで今回羽毛はだいたいさっきのリサーチと同じぐらい稼げたよというところですね。やっぱサーナイトとかが大きかったんかな、どうなんかな大きかったんでしょうかね。リーフィアちゃんが眠気パワーを結構使っていたから、要するにエスパータイプのポケモンで眠気パワーの高い部分をね、ごっそり使えたわけではないから、さっきぐらいだったよっていうところなんだけど、眠気パワー的にはね、こっちの方が高いんだけど、さっきぐらいだったよって感じなんだけども、羽毛が100個以上ゲットできてて、もう言うこともないね。素晴らしいリサーチだったなと思います。ということで最終的にリサーチ EXP 夢のかけらはこんな感じとなりました。いい感じ。サブアカゲットなしとはなりましたけれども、もう今週来週はこんな感じで進んでいくと思いますので、ポケサブレ上げるとしても、ラルトス、ミニリュウ。ミニリュウはさすがに行くかな。ラルトス、ミニリュウ。その類、あとはクレセリアに
真剣勝負を挑んでいく形になるのかなと思います。明日はサブアカは十中八九星に寝顔チャレンジとなりそうなので、そちらにも期待していきながらね、まだ残り楽しみ尽くしていきたいと思います。クレセリア対ダークライイベント1週間目の2日目のリサーチでした。また明日ここの部分忘れてた。最後これだけね、見ておきましょうか。みんなの眠気パワーも集まってきて、ちょっとだけ晴れたよね。そういえばさ、このちょっと晴れた状態さ、フィールドもちょっと晴れてたりするんかな。ちょっと見てこよっか。こっちはあれだね、明日確実に、いや違うか、月曜日の眠気パワーになるから、みんなの眠気パワーが。明日ランク5に上がるかなと思ってたけど、そんなこともないかな。どう？ちょっと晴れた？でもちょっと晴れた？ちょっと晴れましたちょっと晴れたみを感じなくもないんだけど、こんなになんか綺麗にちゃんと湖畔ギリギリが見えていたような気がしないんだけど、やっぱこうやってイベントランクが上がっていくとちょっとずつ、ね、皆様のフィールドが晴れていくということなのかもしれないね。悪夢の力強すぎない？マジで暗いんだけど。ね、そんな感じで引き続きやっていきたいなと思います。みんなよろしくね。さあ、ということで戻ってまいりまして、いやみんなクレセリアにチャンスついたいや本当にね、チャンスついてほしすぎるよね。どっかで1上振れ、2上振れ引いてほしいなというところであります。本当に私含めみんな上振れてほしい。上振れろ日本だね。残りの期間もね、まずはクレセリアとの戦い楽しんでいきましょう。でさ、ダークライさ、いつ来るんだろうね。今のところさ、なんかゲットできそうな雰囲気ってみじんも出てこないじゃん。というか姿すら表してないじゃん、ゲーム中にね。本当にキービジュアルだけだから、いやどうなるんだろうと思って、1周目のラストとかにさ、出てきたりするんかな。でね、能力もどうなるんだろうね。本当にいつ公開されるんだろう。もしね、こう、三日月の祈りと対になるスキルだとして、木の実バーストがあるんだったとしたらちょっと強すぎない？悪タイプの木の実。悪タイプはね、マニューラ、バンギラス、マスカーニャ、ブラッキー、ヤミラミ、ヘルガー、結構たくさんいるね。いやー、ダークライ本当に気になるわ。やっぱね、元気オールしそうな雰囲気はないだろうからさ、木の実バーストの部分は一緒で元気オールの部分が変わるとかだったりするんかな。まあでもね、木の実バーストの部分だけでも 1.2 倍くらい火力出ちゃいそうな気がするから、どうなんだろうね。そこはさすがに集める数を減らすとかで調整してくるのかな。どうだろうね。でもさ、仮にこうメインスキルがダークライの専用技ダークホールなんだとすると、木の実をめっちゃ集める木の実バーストと相性良さそうだなとは思うんだよね。めっちゃ吸い込みそう、ダークホールねえ。それはね、なんかありえそうだなと思いつつ、それかさ、伝説のポケモンじゃないっていう可能性ある。特別なポケモンじゃない。まあ一応幻のポケモンであって伝説のポケモンではないじゃん。まあでも特別なポケモンっていう一括りにしてるからさすがにないかな。どうなんだろうね。いやね、これでね、なんか案外普通に食材タイプで普通の食材ゲット S とかだったらめちゃめちゃ面白いんだけどね。いやー、でも本当にちょっと想像がつかないし、妄想ははかどるね、ダークライね。ぜひね、みんなのダークライ予想もあればお聞かせいただけたらなと思います。週末とかにね、何かしら、なんかせめてね、姿現してくれるとか、動きがあったらなと思いますね。きっとさ、寝顔も3つあるはずだからさ、どうなるんだろうね、本当にね。まあちょっとわからないんですけれども、期待していきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パレでした。よろしければ動画にグッド、そしてチャンネル登録していただけますと動画制作の励みになります。本当に皆さんの応援に助けられてます。いつもありがとうございます。それではね、クレセリアのゲット、出現もチャンスも、ね、全部上振れてほしいところですね。徳を積んで今日もやっていきたいなと思います。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。